私は今年で53歳になるパート兼投資家だ。投資家というと聞こえは良いが、私の場合は運が良かっただけ。両親から相続した土地にマンションを建てたらこれが当たり、夫の友人が立ち上げた会社に投資をしたらこれも当たった。それを元手に買った土地を駐車場にし、株もいくつか買ったら不労所得で生活できるようになった。でも、それを口外することはしていない。普段はスーパーでパートをしていて、基本的には夫の収入と私のパート代でつつましやかに生活している。投資で得た不労所得は息子が2人いるので、その学費に充てることはしたけど、息子たちが独立した今は、夫と旅行に行くくらい。あとは老後に息子たちに迷惑をかけないようにと、夫婦で話し合って貯金をしている。長男の修一が結婚したのは1年前。女っ気のない息子が連れてきたのは、随分と派手な、2つ年下のかなこさんだ。友達の紹介で知り合ったと言っていたが、どうやら出会いは合コンらしい。おとなしい息子に会うのか心配だったけど、年下だけどしっかりしていて、息子とは案外合うようだ。結婚までは半年ほど。息子は当時30歳を目前に焦りもあったのかもしれない。結婚してからかなこさんは専業主婦になった。息子夫婦は私たちの家から10分ほどのマンションを購入。息子はたまに顔を出すけど、かなこさんとはほとんど会わない。向こうが私たちを避けているようだ。年寄りと関わるのは面倒だと息子に話しているのが聞こえてしまったことがあり、それ以来私も必要最低限しか関わらないようにしている。ある日、夫が帰ってくる少し前に雨が降ってきたので、傘を持って夫を駅まで迎えに行こうとしたら、次男の浩二も同じくらいに帰宅すると連絡が来た。それなら駅で待ち合わせて外食でもしようとなり、私は駅までの道のりを歩いていた。すると路地からいきなり車が出てくる。ライトが眩しくて私は目をつむった。次の瞬間、私の意識は遠のいた。気がつくと病院のベッドの上で、夫と次男が隣で見守っている。何が起こったのかわからず、状況を整理しようと起き上がると、自分の体じゃないみたいに思い、あの時、車にはねられた私は救急車で運ばれたという。待ち合わせをしていた夫が何度も私の携帯に電話をくれていたので、すぐに夫に連絡がつき、夫と次男が病院に駆けつけてくれたそうだ。私はなんとか無事だったけど、足の怪我がひどく、自分の足で歩けるようになるかはわからないと言われた。ショックを隠せなかったけど、命に別状がなくて本当によかった。と泣く夫の姿を見たら、本当にその通りだと思えて、私は車椅子の生活をしながらリハビリをすることになる。翌日には長男の修一とかなこさんがお見舞いに来てくれた。と言っても、かなこさんはただ一緒にいるだけで、会話も特にない。途中、修一が仕事の電話がかかってきたからと席を外すと、車椅子になったからってこっちを頼らないでくださいね。ときつく言われた。私は少し驚いたけど、なんとか笑ってごまかす。修一が戻ってくると、その顔は一変。ニコニコしながら帰っていった。どちらが彼女の本性なのだろう。修一のことを本当に愛してくれているのなら、私たちを煙たがっていてもいいのだけれど、息子を騙しているのなら少し心配だ。とはいえ、そんなことを修一に言うのもどうかと思い、もやもやした感情を抱えたまま二人を見送った。退院して車椅子の生活にも慣れてくると、徒歩で行けるところは時間をかければ車椅子でも行けるようになった。気分転換も兼ねて買い物に行くのが日課になる。いつもは自分がパートをしているスーパーで買い物をしているけれど、小さい店なので車椅子で入るのは大変だ。長男夫婦の住んでいる方向にあるショッピングモールに入っている大きなスーパーへ行くことにした。モールの中へ入ると、かなこさんが向こうから歩いてくる。なんていう偶然。私は挨拶だけでもしようとかなこさんに近づいた。すると、
彼女は私の方を一別する。明らかに目が合っていたのに、無視して足早に去ってしまった。あまりにも失礼だと思ったが、車椅子で追いかけるわけにもいかない。私は買い物を済ませて帰路に着く。今までのように身軽に買い物に出ることはできないけど、ここなら車椅子用の通路もあるし、お店も大きいので気分転換にもなる。私は時々このショッピングモールを利用するようになった。生活圏が同じなので、かなこさんにも何度か出くわしたが、いずれも私を見ると睨みつけたり、無視したり、まるで他人扱い。特に誰かと一緒にいるところに遭遇したときは、ものすごい形相で睨まれたので、私も彼女を無視するようになった。私は何とかリハビリを続け、このまま行けば回復の見込みはあると言われて頑張っている。夫と次男が交代で家事をしてくれているので、生活はさほど困っていない。長男は休みの日や仕事帰りに顔を出してくれることもある。私はある日、長男に尋ねた。かなこさんとはうまくやっているの？すると長男は少し困った顔をする。どうだろう。仕事から帰ってきても、かなこがいないこともあるし、今日も友達と遊びに行くって言って、朝からいないんだよね。まあでも、会えば話はするし、一人でずっと家にいろとも言えないからね。仕事から帰ってきてもいないことがある？私は疑問に思ったけど、長男があまり話したがらないので、何かあったらお父さんやコウジにでもいいから話しなさいよ。と言って会話を終えた。それから2日後、私はいつものショッピングモールまで買い物に行くと、かなこさんに出くわした。どうやら私を待っていたようだ。ちょっと、週一に何吹き込んだんですか？怖い顔でこちらに向かってきて、挨拶もなしに言ってくる。週一が何を言ったのかは知らない。私は、かなこさんとうまくやっているのか、何か困ったことがあったら相談するように、と言っただけだ。家を出た息子のことを心配するなんて、過保護にも程があるのよ。それだけ言って、かなこさんは去っていく。心配はしているが、過保護とまで言われる筋合いはない。でも、私が言い返す間もなく、彼女の姿は見えなくなった。私はその夜、夫に話をした。今まで、かなこさんに言われたこと、今日の態度、息子は大丈夫かと心配していること。夫は難しい顔をする。かなこさんは俺にはニコニコしてくるけど、なんだか裏があるような気がしてな。でも、週一も男なんだし、自分のけじめは自分でつけるよ。母さんが心配するのもわかるけど、俺たちはあいつが相談してきた時に手を差し伸べればいいと思うよ。そう言って、私には自分のことを第一に考えるようにと言ってきた。確かに心配しすぎも良くない。私は夫の考えに同意し、息子夫婦とは距離を置いていた。半月ほど経った頃、息子夫婦が揃って家を訪れる。夫と私が出迎えてどうしたのかと話を聞くと、かなこさんが妊娠したという。私も夫ももちろん喜んだ。夫は気が早く、男の子か女の子かと明らかにウキウキしている。そして息子たちが赤ちゃんの頃に使っていたもので、使えるものがあれば持って行ってほしいと、息子と一緒に2階へ上がった。私はかなこさんにお茶を出して、楽にしていてね、という。それを聞いて、彼女はため息をついた。わざわざ来てやったのにお茶だけですか？耳を疑ったが、ぐっとこらえて笑った。ごめんなさいね。突然来るから何も用意していなくて。何か食べたいものはある？食べられるものがあれば、今度家まで持っていくわよ。そう言っても、かなこさんは私を睨みつける。わざわざ家になんて来られても困るから。
周一がどうしても報告しておきたいって言うから仕方なく来てやったの。私が喜んであんたに会いたいなんて思うわけないでしょ。妊娠して不安定だからなのか、いつもよりきつい態度だ。怒りは募ったけど、相手は妊婦。しかも息子のお嫁さんだ。私は笑ってやり過ごすしかなかった。何かあったら遠慮なく言ってね。かなこさんはまたため息をつく。そういういい人アピール、うざいんだけど。私とあんたは他人なの。いい人ぶって首突っ込まないでくれる？いくらなんでも、それは言い過ぎじゃないか。さすがに我慢できずに、私も苛立ってきた。かなこさん、そんな言い方ないでしょ。そう言うと、彼女は余計に不機嫌になる。何？説教とか聞きたくないんだけど。私は呆れながらも、その態度はどうなの？相手がいくら気に入らなくても、そんなに攻撃的にならなくてもいいでしょ。と言ったが、彼女はいきなり怒鳴り始めた。うるさいわね！あんたみたいなババアとは絶縁するから！私が驚いていると、彼女は私を見て笑った。そんな車椅子なんかで何ができるっていうの？子供が生まれるっていうのに、ババアの介護までしてられないわよ。そんなことを言っているが、私が彼女に介護をしてもらったことは一度もない。彼女は私に釘を刺す。これからは冠婚葬祭以外関わらないで。車椅子のババアなんてお荷物なのよ。私はその言葉に笑みがこぼれた。いいわよ。だったら、1億の遺産は次男の浩二に託すわね。周一に託したら、あなたにどう使われるか、わからないもの。そう言うと、かなこさんはあからさまに顔色を変える。1億？なんで？たかだかパートしかしてないのに！その慌てぶりに、私は笑った。不労所得があるなんて、わざわざ言わないからね。かなこさんは慌てて取り繕う。やだな、お母さん。全部冗談ですよ。私、妊娠してなんだか気が立っているんだと思います。ほら、初めての子供ですし、そういうことありますよね。彼女が私にすがりついてくると、後ろで物音がした。夫と周一が段ボールを持って2階から降りてきたのである。かなこさんは青ざめた。今のって。周一が呆然とかなこさんを見るが、彼女は急に塩らしくなる。何？なんか私疲れてるみたい。私は開いた口が塞がらなかった。夫もポカンとしている。周一はどうやら戸惑っているようだ。どこから会話を聞いていたのか、おそらく暴言を吐いているところからだろう。私たちが立ち尽くしていると、リビング前の廊下から物音が聞こえた。ああ、浩二、帰ってたのか？夫が声をかけると、次男がスマホを片手に立っている。浩二がリビングに入ってきて、スマホの画面を私たちに向け、動画を再生しだした。先ほどの私とかなこさんのやりとりだ。かなこさんの顔はみるみる青ざめる。周一はその動画を食い入るように見ていた。再生が終わると、浩二が口を開く。兄貴、これがこの人の本性だよ。今後のことを考え直した方がいいんじゃないの？浩二は玄関を開けたら私たちの声がして、何か様子がおかしいと、とっさにスマホで撮影したという。周一は、かなこさんに向かって問いかける。俺の両親も、本当の両親みたいに思ってるって言ってたの。嘘だったのか？かなこさんは首を振る。違うの。こんなこと言うつもり全然なくて。お母さんを大事に思っているのは本当よ。ただ、どう接していいかわからないというか。それを聞いて、私は笑いがこみ上げた。
大事にしていたら、外ですれ違って挨拶くらいするわよね。あからさまに無視したり、わざわざ暴言を吐いたりする人が大事に思っているなんて言わないでくれる？かなこさんは首を振る。違うんですよ、お母さん。私はその滑稽な姿にもう一度笑った。心配しなくても、あなたに私の遺産が入ることはないから、安心してね。崩れ落ちるかなこさんに修一が言う。お前はお金目当てだもんな。俺のこともそうだろ。俺はそれでも夫婦で仲良く過ごせるならいいと思ったから結婚したんだよ。でも今後のことは考えさせてくれ。すると呆然としていたかなこさんが突然笑い出した。当たり前でしょ。夫の両親なんて他人よ他人。修一は私と離婚するってこと？別にいいわよ。その代わり財産分与と養育費はしっかり払ってよね。こんな車椅子のババアの介護を押し付けられる前に逃げようと思ってたのよ。外で話しかけられて恥ずかしかったんだから。もう二度と私と関わらないで。それを聞くと珍しく温厚な修一が大きな声を出す。車椅子のババアだと、よくもそんなことが言えたな。二度と関わらないでほしいのはこっちの方だ。出て行け。修一にそう言われ、かなこさんは荷物を持って出て行く。わかったわよ。後悔しても知らないんだからね。捨て台詞を吐いて大きな音を立てて玄関を閉めた。かなこさんが去った後、修一は私たちに頭を下げる。父さん、母さん、本当にごめん。浩二も、ごめん。ありがとう。修一が言うには、私たちを早く安心させたくて、お金目当てだと分かっていても、結婚がしたかったという。逆に、お金目当てなら生活するのも割り切れるし、それはそれでうまく生活ができるかもしれないと考えたそうだ。俺、かなことは離婚するよ。さすがに母さんのことをあんな風に言う人となんて、結婚生活は続けられない。お腹の子のことは責任持つけど、かなことはやっていく気がなくなったよ。やっぱり、家事もろくにしないで、俺のお金で浮気されてるなんて、いい気分もしないしな。その言葉に、私たちは、全員が修一を見る。修一は笑って言う。まだ、結婚して1年なのに、浮気されてたんだよね。まあ、もう別れたみたいだけどさ。どうやらかなこさんが私に何を吹き込んだのかと怒鳴ってきた前の晩。浮気がバレて修一と修羅場になったようだ。かなこさんは私が浮気を目撃したと修一に告げ口したと思ったらしい。あの時のかなこさんの態度の理由がようやく分かった。修一はかなこさんから、お腹の子は修一の子供で、浮気相手とはもう別れたと泣きつかれたから、一度は許したというのだが、お金目当てのかなこさんがあんなにあっさり離婚を承諾するのはおかしい。何か他に秘密がある気がするのだ。私はそこでピンときた。ねえ、妊娠してたのは本当？かなこさんはお腹に気をつけている様子がなかった。もし修一と離婚するとなったら、財産分与で手元にはそれなりのお金が入る。かなこさんは計画的に離婚しようとしてたんじゃ。その後、修一はかなこさんに離婚届を突きつけた。離婚でも何でもしてやるわよ、と言って、意気揚々と離婚届にサインをする。そして得意げに、財産分与と養育費よろしくね、と言ったそうだが、修一の言葉で顔色を変えた。そもそも妊娠なんかしてないんだろ。それと、財産分与するのはいいけど、俺は浮気の慰謝料を請求させてもらうからな。あの日、家に戻った修一はパソコンのメールを開いたそうだ。するとそこには、かなこさんと浮気相手のやりとりが残っていた。私の予想した通り、かなこさんは妊娠したと嘘をつき、修一に財産分与と養育費を請求して、そのお金で浮気相手と暮らすつもりだったようだ。離婚して遠くに引っ越してしまえば、子供が生まれたかどうかなんて確かめようがない。
というやりとりもあったそうだ。とんでもないことを考えるものである。結局、慰謝料を払いきれなかったかなこさんは、両親に立て替えてもらい、実家に帰ったそうだ。向こうのご両親は平謝りして、立て替えた分はきっちり稼いでもらうと、今では実家で監視されながら昼夜問わず働いているという。私がかなこさんとショッピングモールで会った時に、一緒にいた人は友達ではなく浮気相手だったようだ。私とすれ違っている場所で浮気相手とデートしているなんて、私には信じられなかった。もう一つ信じられない行動といえば、かなこさんが実家に強制送還された後、私に電話がかかってきたこと。お母さん、お金を貸してください。涙ながらに私に訴える。お母さんのことが大好きでどう接していいかわからなかったんです。介護もしますから私に慰謝料の分のお金を貸してください。それを聞いて、私は笑うしかなかった。それは借りるんじゃなくてもらおうと思ってるのよね。どう接していいかわからなくてあんな態度取るなんて最低ね。それに、介護は当分必要ないの。私、もう車椅子卒業してるから。そう言って電話を切り、着信拒否にした。周一は離婚してから仕事に没頭し、順調に出世コースに乗っている。浩二は大学時代から付き合っている彼女とそろそろゴールイン予定。私はリハビリが功を奏して、杖があれば歩けるところまで回復した。今では夫と二人無理のない範囲ではあるけど、旅行に行くことができるようになり、人生を楽しんでいる。